ですね、これはちょっとちっちゃいですけども、これがモルス符号表ですね。で、和文と、応文ですね。こういう和文、応文という表記です。あとは記号類があります。例えば「い」は「ろ」は「は」は「に」「ほ」。電話回線がない頃、モールス符号を使って盛んに通信が行われてたわけですね。トンツーだけで会話ができるわけです。はい。今私たちが立ってるこの道路ですが、ご覧いただきますと、直線道路がこちらにも2箇所伸びています。幅は緑地帯を合わせたら50メートル、当時の幅そのままの50メートルが残っている、非常に珍しいところだと思うんですね。飛行場だったところです。海軍基地だったところなんですね。終戦末期、急遽作られて実質稼働したのはだいたい1年半年ぐらいですね。短い時間でした。旧串良海軍航空隊基地出撃戦没者と書いてありますが、特攻隊の方々だけでなくて一般の攻撃で亡くなられた210名の方々のお名前も記されています。ここから特攻隊が出撃しました。現在の鹿屋市内には3つの飛行場がありました。陸軍と海軍それぞれが特攻作戦をし、数え方も様々ですが、鹿屋市は日本で最も多く特攻隊が飛び立った場所です。川東掩体壕です。これの役割は爆風よけです。ピンポイントで爆撃するのは非常に難しい。ゼロ戦を入れていたと言われています。こちらがゼロ戦のコックピットになります。右の通り一人乗りでございますね。はい、
当時はコンピューターがなくてですね、人の力で動かしていたというところです。一人で何役もしなくちゃいけない作業がいっぱいあったと思います。その地図を持ちながらこちら展示していますこういった広報計算機を使用してですね、一人で自分の居場所とかそういうのを計算したりとかしていたと思います。ということを考えると、当時はやっぱり相当な優秀な方じゃないとやっぱり乗れなかったのかなとは想像できます。ここは海軍航空隊串良基地の地下壕第一電信室です。非常に頑丈に作られているということがわかると思うんですね。この幅をこうして両手を広げると、私が150センチちょっとですので、こんなに頑丈に、当時資材も少ない中でこんな風に頑丈に作られています。ということは、この施設が通信をしていたという非常に重要な施設であったということがここでわかると思います。ここはやっぱりすごく大事にされてて、
利用価値はなかったらしいんです。すごく雨漏りがして物置にできないんですね。ただじゃあ何にも使わなかったんですかって言ったら、台風の時だけは安全だったということでですね、足元気をつけてくださいね。それではちょっとこちらの方の左の方にちょっと行きたいと思います。足元、それから頭に気をつけて入ってください。細い通路に行きます。人一人が通れるぐらいのところです。ここの上のところにですね、四角い穴がありますが、これが通気口になっています。ここはですね、通気口だけではなくて、ここで手回し式の発電機も置いてあったんだそうです。緊急の時にですね。ここ24時間3交代制で通信をしていましたので、電気が通じなくなればこう真っ暗になります。もう一番困るわけですね。もう当時の兵隊さんたち、こんなところを駆け回っていらっしゃったのかなと思うと、本当に大変ですよね。こんなに低いところ。当時は杉板で、全部こう杉板で囲まれていたんだそうです。セタですね。ああ、そうですね。複雑な文章を言ってるわけじゃないんですか。そうですね。セとタを繰り返し言ってるだけですね。ここで働いていたという通信兵の方は、このモールス信号に似た音を聞く。例えば車がバックをする時になんかこれに似たような音がしますよね。それを聞いたら今でもなんかこう呼吸が苦しくなるんだそうです。